はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は、海外の、お友達からのリクエストで、こういうね質問を受けたんですよ。先生、後悔を感謝に変えるにはどうしたらいいですか？そういうね質問を受けました。で、今日はねそれに対する答えをこの動画の上でね話させていただきたいと思います。後悔を感謝に変える、すごくね素晴らしいテーマですよね。またねすごくストイックなテーマでもある。実際ねその方はすごく真面目な方なんですよ。でねすごくね深いテーマですよね。でまずね後悔っていうのはね、まあね皆さん我々もね皆さんも我々もそうだけれども、人生の中でやっぱり後悔っていろいろついて回るよね。だって、人間はやっぱり完璧じゃないし、時に失敗することもあるしね、思うような結果が出ないこともある、間違った選択をしてしまうこともある。でそういった時にね後悔っていうのが生まれるわけですよ。あんなことしなければよかったなとか、あの時こうしてればよかったなとかね、また誰かを傷つけてしまったりとかね、あんなこと言わなければよかったな、こうしてあげればよかったなとかね、そういったことも含めて、過去の自分の行いを見て、あれは失敗だったなって思うね、そういったのが後悔。そうですよね。じゃあねこの後悔というものが、どうやったらこう感謝につながっていくか、これはね私の考え方ですけどもね、後悔が、ダイレクトに、感謝になるっていうことはねなかなか難しいのかなと思います。なんでかっていうとね、後悔から感謝の間にいくつかのプロセスがあると思うんですね。まず後悔が先ね、自分の過ちに気づく。あれはいけないな、あれは失敗だったなってことに気づく。これね気づけたっていうことがね実際はすごく大きなことなんですよ。すごく大事なこと。気づけたっていうことでね、後悔がまず自分の心に生まれたということで、自分のことをねまず褒めてあげてください。これはあなたが真面目な証拠だから。だって傲慢な人ってね後悔しないもん。傲慢な人はね後悔しないの。なんでかっていうと自分完璧だと思ってるからね。俺は間違ってないっていう人いるでしょ。お前が悪いんだっていう人いるでしょ。絶対に自分の間違いを認めない人いるもんね。僕はあんまりそういった人には魅力感じないもんね。やっぱりどちらかというとなんかこう自分に責任があるとかね、こうやっちゃったなっていう感じで反省する人の方が私は好きだな。まあねそんな感じで傲慢な人っていうのはね、なかなか後悔っていうところにまず至れない、スタート地点に立てない人たちなんですよ。だからね皆さんもし今後悔してることがあったとしたらね、傲慢な人たちよりもちょっとねワンステージ上の人だから自信持ってください。自分を責めることないから。でね、だけれどもそれはね後悔のまんま心の中に持っていてもしょうがないわけよ。ね、だって後悔をそのたんびそのたんび思い出して、苦しいね、あんなことしなければよかったって悩んでて何になる？ね、何のプラスにもならないでしょ。そしたらね後悔から次のステップに行く必要があるね。じゃあ後悔の次のステップって何かなって言ったら反省。反省ね。反省っていうのはその後悔失敗を踏まえて、なんであんな失敗しちゃったんだろう、なんであんなことしちゃったんだろう、何がいけなかったんだろう、じゃあ今度はこうしようとかね、前はこうやって失敗したけどじゃあ今度はこうしようとか、同じ間違いを繰り返さないように工夫する。まず反省して、じゃあこういうふうにしようって考える。反省する。そしたら反省した時はちゃんと今度はね行動を改めないといけない。後悔から反省、反省から改まり。改まりっていうのはちゃんと反省を踏まえて行動を実際に改めないと本当の意味で反省したことにならないんですよ。だってなんだろうね、お友達でもさ恋人でもさ、デートとかね遊びの時間とかにさ平気で遅れてくるやついるでしょ。ね。でなんだっつってもう約束の時間30分も経ってるのにまだ来ないやまだ来ないやつね。で遅れてやってきてね、いやごめんごめんなんつって、もういい加減にしてくれよっつって、じゃあごめんごめんもうしないからなんて言いながらね、大体そういう人ってまた遅れてくんだよね、次もね。なんでかっていうとね反省してないからなのよ。だから一番最初に言ったちょっと傲慢な人に近いのかもしれないね。
人にどれだけ迷惑をかけてるかっていうのが分かってないから、反省しないわけよ。ね、そうすると同じ間違いを何回も何回も繰り返すわけ。同じ失敗を何回も何回も繰り返すっていうのは反省できてない証拠。反省したらね、ちゃんと反省する前と後とで行動が変わってなかったら反省したことにならないもんね。だからまずはね、後悔したら反省する。反省したらちゃんと行動を改める。でね、これ行動を改めると結果が変わってくるんですよ。これは当たり前の話だよね。原因には必ず結果がついてきます。ね。だからかつて失敗したけれども、それを踏まえて反省して行動を改めたら、じゃあ今度次から現れてくるこの結果っていうのは以前の自分の時とは変わってて当たり前だよね。こうした形で改まりが起こってくると、自分の人生の中ですごくね、ポジティブな変化がいっぱい起こってきます。でそうするとね、人間関係もうまくいくし、仕事の環境もうまくいったり、勉強とかもね、成績が上がったりとか、ちゃんとね、改まったら改まっただけの結果がついてくるんですよ。でこうなった時にね、この後悔が光ってくるの。あの時失敗した。でも悔しい思い、辛い思いをしたから僕は結果反省して改まれたんだ。あれが気づきになって、あれがきっかけで僕は今こんなに幸せなんだって思うことになったら、そしたらね、このね、後悔っていうものが過去を変えられないよ。タイムマシンもないしね。人間っていうのはね、過去に起こったことっていうのは変えられない。だけど、この過去に起こったことの意味合いを変えることはできるんだよ。くよくよただ思い出して悔しい思いをするだけだった後悔が、あの時あんな失敗をしたから今こういう風になった。よかった。あの経験があったから今僕こんなに幸せなんだ。こんなに仕事に恵まれてる。こんなに友達に恵まれてる。こんなに恋人ともうまくいってる。ね。こんなに人生がハッピーになった。そうなったら、このね、後悔っていうのにも意味が生まれてくる。で、そうなると、この後悔にも感謝ができるようになってくるんですよ。ね。だからね、発想の転換の上手い人っていうのはね、後悔から一気にコロッと、なんて言うんだろう、感謝に行くことができるのかもしれないけれども、でもね、なかなかそれって難しいと思うからね、まずはね、プロセスを一つ一つ踏む、そういうね、思考のトレーニングをすると、人生の見え方っていうものがね、いろいろと変わってくると思います。で、それともう一つ気をつけなければいけないのが、この後悔と罪悪感っていうのをね、一緒に考えちゃってる人もいると思うんですけど、これってね、ちょっとね、微妙に違うんですよ。で、これね、取り上げるとまたちょっと動画が長くなっちゃうので、次の動画でやります。この罪悪感ね。罪悪感ってね、いろいろね、我々っていろんなルールに縛られてるんですよ、実際はね。例えば、経験があるでしょ。お姉ちゃんなんだから我慢しなさい。お姉ちゃんなんだから我慢しなさいとかね。妹なんだからお兄ちゃんの言うこと聞きなさいとか。弟なんだからお姉ちゃんの言うこと聞きなさいとかね。男なんだから我慢しなさいとか。女なんだからちゃんとしなさいとかね。子供のくせに生意気だと。大人になったんだからしっかりしなさい。社会人なんだからしっかりしなさいとかね。そういった、こうなんだからああじゃないといけないとか、こういうねルールにね、人間っていうのはいろいろ縛られて生きているのが我々人間なんですよ。こういった価値観ね、こういったわけのわからない誰かに押し付けられたルールや価値観に縛られていて苦しんでいる人もね、すごくいっぱいいるんですよ。なので、今回はね、とりあえずその後悔から感謝だったけど、次はね、もうちょっと掘り下げてみて、この後悔と罪悪感との違い、例えば自分にすごくコンプレックスを持っている人、僕ってダメだ、私ってダメだと思っている人の中には、悩まなくていいのに何かわけのわからないルールに、自分を照らし合わせて自分が嫌いになっちゃったりとか、自分のことが認められない人っていうのが大勢いるから、次の動画ではね、そこからね解放する、君たちのその縛られている心を解放するようなちょっとねおまじないをしてあげますから、そういうアドバイスね、
そういった形の次の動画でやりますから、それもちょっと楽しみにしててください。今日はね、これぐらいさせていただきます。じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。